こんにちは。ダンディーすぎる社会保険労務士曽我博です。よろしくお願いします。今日はツイッター社のねイーロン・マスクが大量解雇、これについてねちょっと述べたいと思います。でともかくこの解雇がツイッター社の解雇7500人いる社員中4000人解雇するということですよね。でアメリカのなぜこんなに解雇が簡単なのか、実際難しい、そんなに簡単ではないんですけど日本と比べると簡単だと。これはねやっぱり私とした雇用の文化が違うと。アメリカは就職、その職に就くわけですね。例えば会計のこの仕事が空いてると、その会計の仕事が空いてるならそれを募集して適任者がそれに就くと。ところには就社なわけで、就社ともかく能力わかんない、ともかくこいつは頭良さそうだと採用していろんな長期雇用システムの中でねいろんな部署を担当させてだんだん適職をやっていくと。だからアメリカなんかだと経理課長の給料はあくまでも経理課長なんですよ。日本なんかだと経理課長と例えばその人が総務課長なんだ、給料同じですよね。こんなこと普通ありえないんです。仕事が違うんだから。だけど日本ではそういうふうにね長期雇用システムの中で就社ですから、だからそういった点ではメンバーシップ型って言われている日本はそこに入ると。ところがアメリカはジョブ型、その仕事に対して賃金が決まってる。こういう文化が違う。この文化が違うからその仕事がなくなれば解雇は当然でしょと。こういう文化ができちゃうわけですね。でだから新卒一括採用っていうのはこれは世界で日本だけですね。だからその仕事がなければアメリカヨーロッパなんかで就職できないんです。だからアメリカヨーロッパなどでは若者の失業がだから多いと。日本では若者から優先的に雇っていきますからね、あまり少ないですけど、そういうことでねこの日本のこの新卒一括採用っていうのはね本当にこれは不思議な制度なんですね。それでこの大体職務記述書っていうのは皆さんのところありますかね。中小企業の場合、あなたの仕事はこういう仕事ですよと、総務課長の仕事はこういう仕事ですよと、これは細かく職務記述書に書いてその通りやっていくかどうか、これでもって雇うと、そういうことがなってないんですね。だからそういうの職務記述書もろくにない、適当にやってくれやってことでやるようなのと、アメリカのように職務記述書というのはかなり分厚いそうです。日本のやっぱりアメリカで学んできた方が日本の会社で職務記述書を作ったんですよ。10センチになるような書類、とてもじゃないけどもう、作るのに疲れちゃったって言いますね。労働者の方も大体読まないんですよね、そんな出川帳のようなね分厚い職務記述書を作っても。ですからそういうことで日本ではちょっと仕事のやり方自身がね全然違いますんで、だけど、一応今最近ではね経営コンサルタントなんかよく言ってます。ジョブディスクリプション、職務記述書が明確になってて、でやれば勤める方も仕事やりやすいでしょうというようなことをやってますけど、実際に私もやってみました。ともかくね大事な仕事100項目みんな出せと。でその仕事を全部見える化して、でこの仕事はどういう評価価値があるか、それでやったってとてもじゃないけど疲れちゃってできません。だからねやがてねこういういつかは外国人もたくさん来ればこういう職務記述型のそういうこともできるかもしれませんと。だけどそういう可能性もねありますけどなかなか大変だと。でねそういう中でこの解雇ですよ。解雇しちゃったと。日本ではこの整理解雇、要するになんか悪いことして解雇するんじゃなくて、その人の悪いことしないのに会社の責任で人が待ったから辞めさせる、この整理解雇44件となるんですよ。44件。まず第一に本当にこんなにツイッター社で言えばね4000人も解雇する必要があったんですかと。必要性ですね。これが必要性が明確になる。それからねあとは解雇するためにだから本当に必要性があって解雇しかないのかと。それから解雇するその人たちがどこも行くことなくてね、あるいはそのツイッター社みたいにでかいところはねいろんな仕事あるわけじゃないですか。だから例えばこのコンピューターの仕事がダメならこっちの仕事ならできんじゃないのというふうに回すことは考えないんですよ。でましてイーロン・マスクなんてもっとねツイッター社だけじゃなくていろんな会社持ってるんですから、お前ら仕事したかったら俺の会社のこっち行かないかって、こういうことは一切言わないんですね。もうだから雇用を維持することもなんかもしない、そんなことはもともとないんです。ところが日本ではともかく本当に必要性があったのか、雇用を維持するためにあっちの仕事が空いてないのか、そういうことでね、
雇用維持率の努力したのかどうか、どんな努力しましたか、これが問われるわけです。それからあとね、誰を解雇するか、これが一番難しいですね。やっぱり弁護士なんか聞いても何が一番難しいかって言っても、この4要件の中の誰が解雇する、この選ぶのが一番難しいです。これが妥当性があったのかどうか。ただね、特定の思想的な人だけ解雇するとこれじゃダメなわけですよ。それと手続きもね、妥当性っていうのはこれ簡単に言えばよく話し合ったかという、解雇される方とね、労働組合なんかでよく話し合ってで決めて、じゃあ今回はこれだけ解雇しましょうって決めてやると、こういう要件をこの生理解雇4要件、これは今回のツイッター社は満たしてないんじゃないかということで、アメリカでは分かりませんけど、日本にもツイッター社あるわけですから、日本のツイッター社は日本の法律が適用されるわけですよね、当たり前ですけど。だから日本の私としてはぜひこれはね、日本のツイッター社の社員の方はこれはこの生理解雇4要件満たしてない、不当だというで解雇闘争やっていただければね、その辺で、やはりこのツイッター社の本質がよりよく分かっていくんじゃないかと思いますんで、ぜひ私としてはツイッター社の労働者の皆さん、この解雇不当だということで簡単に諦めないで、いつまでも戦っていただければというふうに思います。